おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、水彩色鉛筆というのを初めてやってみようと思います。まだやったことない画材があるとは思いませんでしたが、まだあとパステルとかもやってへんかな。いくつかやってない画材とかもありますので、ちょっと皆様にお見せしていこうかなというふうに思います。とはいえ、私日頃色鉛筆、透明水彩色鉛筆使ってるわけではないので、不慣れな点もあるかと思いますが、最後までお付き合いいただければと思います。今日はですね、日本の会社、2社買い揃えてみました。同じように24色セットですね。24色セットを買ってみたんですけども、こちらはですね、桜クレパスさんの24色セット。そしてこちらはユニさんの24色セットということでございます。パッと見た印象としては、若干ユニさんの方が黄色系が多いかな。赤系はそんなに変わらんかなという数がですね。で、なんとなくやけど、緑系がユニさんは多くて、で、桜さんはまんべんなくのような感じかなという感じですね。両方白もあって、両方黒もあって、で、こちらの桜さんはグレーがあって、こちらのユニさんはグレーがないとか、ちょっとずつ印象が違うのかなというふうに思ったりとかするんですけども、とはいえ緑の明るい緑系はこちらが多いのかな？こちらは暗い緑系が、ちょっとその辺わかりませんけども、ほんの少しの違いはあるのかなと。じゃあそれでどういう風に使っていけばいいのかというと、こっちは紫系はあるんですね。桜さんは。こちらは紫系は24色セットにはないとか、そういう感じがちょっと見受けられて面白いなと思います。で、あんまり全部の色の比較とかっていうことではなくて、私個人的には硬さとか水に溶けやすさとか、そのあたりとかっていうのを、多分一長一短いろんなものって絶対あるんですよね。で、別にこちらから別にお金もらってるわけでもなんでもないので、私の感想という感じで進めていこうと思うんですけども、両方とも多分あるなと思うのは、まずコバルトブルーは両方にありそうなんですね。で、コバルトブルーは、これか。こちらはこのコバルト36番。36番のコバルトブルーと、こちらはちょっと名前違いますけど、ライトコバルトブルー。そして赤系がなんかカーマインが両方あったような気がしたので、ローズカーマイン、ダーク、2つ種類あるか。ダークローズ。全く同じ色の名前ではないですが、似たようなところのカーマインと、こちらは、ダークカーマイン。こちらダークローズ。カーマイン、普通のカーマインあるから、これカーマインでいきましょうか。赤、青。ウルトラマリンブルーはないけど、プルシャンブルーは両方とも、ある。851と43番。これかな？よいしょ。プルシャンブルーと、こちらもプルシャンブルー、これかな？プルシャンブルー。これ同じ名前ですね。赤、青と。黄色は、ダークイエロー、レモンイエローと、こちらは桜さんはありますので、こちらですね、レモンイエローと、こちらは、レモンと、レモンイエロー。じゃあ、レモンイエローですね。レモンイエロー。緑を全く同じのはなさそうなんですよね。ちょっとそのあたりがなさそうで、茶色はどうやと。茶色は、茶色は、バーンとオーカ。イエロー、ベネチアンレッド。バンダイキブラウン、バーンとシェンナ、全然違うようなネーミングですね。今、黒も試しておきましょう。黒は大体同じでしょう。ブラック。49番、ブラック。ブラック。こちらも一応、これはブラックであってほしい。ブラック。このあたりをですね、1、2、3、4、5。2、3、4、5。5色ずつ、ちょっと試してみましょうか。でこちらも、5色。1、2、3、4、5と。で両方とも筆はついているんですね。両方とも同じぐらいのサイズの筆がついているのかな。だいたい同じぐらいのサイズがついていて、こちら鉛筆削りまでついているということですね。色を塗り分けてみたりと思います。こちらがユニさんで、こちらは、桜さんですね。ということでございます。こちらワトソンですね。ワトソンの紙に少し、こちらが少しですね、実験してみましょう。
こちらは桜さんですね。桜さん。で、こちらが、ユニさんですね。ユニさんということで、ちょっといろいろ実験していこうと思います。線と少し塗りという感じにしましょうか。線と塗り、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 線と塗り。ちょっと何かグラデーションみたいなのしてみますか。赤、青、黄色、赤みたいな感じで。よいしょ。全く同じ色ではないですけどね。また同じように、線と塗り。ちょっとこちらの方は緑がかっているんですね。これはプルシャンブルー。で、こっちはライト、コバルト、これは普通のコバルトブルーということで、こちらとこちら。で、赤系ですか。こっちはどっちかというと赤系は、この色なかなかわかりにくいと思うんですけど、ちょっと明るい感じですね。これはカーマイン。こちらは、ダークカーマインやからか。こっちはダークで、こっちは普通のカーマインということです。すみません。で、これは、レモンイエローは同じですね。これほとんど同じような感じがしますね。同じように真ん中に黄色にしてみて、コバルトブルー。これもちょっとですね。コバルトブルー。微妙に名前も違いますからね。もうそれは違ってしゃあないかなと思います。こんな感じで、塗ってみました。それでは、水を少しつけていってみましょう。じゃーん。結構、しっかり溶ける感じがしますね、ユニさんはね。しっかり溶けますね。線とかも、結構溶けるイメージがあります。結構溶けるイメージが。こんな感じなんやな。結構溶けるイメージありますね。グラデーションなんかつけようと思ったらね、一発でピヨってやらんといかんのかな、こういうのね。ね。しっかり溶けるイメージですね。一方、桜さんはどうですか？ちょっとだけやっぱり溶けが悪いというか、いや、それはそれでいいんですよ。悪いと言ってるわけじゃないんです。桜さんのが若干溶けるのが、遅いというか、でも黄色に関してはほぼ変わらん。青に関しては、だいぶ、ユニさんのが、早く溶けましたし、ちょっと色が、雰囲気が、桜さんはなんか二度やると、しっかり溶けていく感じですね。なんかすごい面白いですね。若干ですよ。ほとんど違いみたいなの感じないですけど、一発で水でやった感じやったらば、やっぱり、ユニさんのが解ける。だから、どちらがいいとか悪いとかっていうことではなくて、例えば考え方なんですけども、ユニさんみたいにある程度さっと解けるというようなものに関しては、大きな作りとか、水彩画によったような表現とかをしたいなという時には、結構重宝すると思うんですね。一方、桜さんの方っていうのは、どちらかと書き込みみたいなのを中心にやっていきたいなというのにもしかして適しているかもしれない。これはもう私も今推測の段階ですけども、使ったことを今から使うのでわからないですけど、そういった感じで考えてあげたりしてもいいのかなというふうに思ったりします。その辺というのを画材の特性というのを活かして、皆さんも使われてみてはどうでしょうか。それでは実際に書いてみようかなというふうに思います。ということなので、ユニさんの方を初めの土台でちょっと使っていってみましょうか。それではですね、今日は生物画を描いていこうと思います。少し、こちらのですね、生物を描いていこうかなというふうに思っております。軽く鉛筆で下書きをしておきましょうか。うまくいくかわかりませんが、少し軽く鉛筆で下書きを H を今使っております。本物見て書かれるんやったら本物見て書いた方がいいかなとは思いますが、
おそらく、水彩色鉛筆は、アラビアゴムとかで、練られて、ローと多分アラビアゴムとかで練られてるから、あのように、水で溶けるんやと思うんですよね。だから、アラビアゴムとかが少なかったりすると、水に、どっちなんやろな。ちょっとわかりませんが。少し大きな作りとかはもしかしてちょっと初めの段階で、ユニさんですかねを使っていってみてもいいのかもしれませんし、余分な線は少し消しますね。そういうちょっと大きな作りを作っていこうと思うんですが、考えてみたらこちらの方が紫系は多いんよね。この辺が桜さんのが少し紫系は多いんですね。紫がない場合はとかね、これ紫色ですからね、少し青系かな。なんか塗り残すところは透明水彩と同じように塗り残しつつ、鉛筆の中を使って大きな土台を作るような気持ちで、少し紙の目をあまり殺さないようにしながらですね、殺すというのはもう例えば筆圧を強めにとかするんじゃなくて、弱めにしながらまずやってってます。わからないからですね。昔々水彩色鉛筆の本も実は書いたことはあるんですが、作画協力ですけどね、すごいうまくいかなくて、めっちゃ後悔したことを覚えてます。の中でも少し大きな作りとして青系を今使ってプルシャンブルーを使っていってます。でこういう時もなるべく塗りムラみたいなのはなくしていった方が後々邪魔しない、塗りムラとか線がですね邪魔してしまうということありますので、邪魔するってどういうことって感じですね。線がいっぱい水で溶いても残ってしまったりとかするということですね。そういうところはちょっと注意しながらですね。少しプルシャンブルーで、1層目塗りました。ちょっとそれに、紫っぽくしたいので、カーマインを使うのが多分妥当なとこかなと思うので、少しカーマイン、そうすると紫っぽくなるかなと思います。これ予想ですけどね、今ね。できるかどうかはわからないですが。よいしょ。後ろの方少しピンク色っぽい感じ。これは、ローズカーマイン。このローズカーマインも意外と良かったのかもね、今ね。ローズカーマインっていうのは、ちょっとね、紫の赤系のね。こんな感じやけど、本当にちゃんと解いたらなるんかな。不安ですね。少しこういうところは、グレートーンで、グレーはあちらにあるんですね。はい。面白いですね。ちょっと茶色系を薄くかけておいて、これは、バンダイキブラウン。青と茶色で、おそらく少し暗い色になるんではないかなと思いながらやってますと。少し濃いところとかもですね。で、緑色ですね。ちょっとまずはこちらのサップグリーンの方を使っていきましょうか。サップグリーンとかをちょっとキュッとしてるところなんで、キュッと書いておきましょうか。なんですもん、キュッとってね。はい。キュッとね。でサップグリーンといろんなこの辺が色が混ざり合っ
、また深みのある色になってくれることを念じている、祈っているという感じでしょうか。もうちょっとこう濃い、ものが欲しいですね。ナイトグリーン。うわ、素敵な色ですね。ナイトグリーンということで、深い色ですね。ナイトグリーン。同じ単色で描くんじゃなくて、少しこの段階で複雑に色をしておいても面白いんじゃないかと。少しナイトグリーンの土台もありつつも、ちょっと明るいめのグリーンですね。これは、アッパーグリーンですね。はい、すみません。発音がですね、アップだけですね。いいんですよね。大切な花をもうちょっとね、ダークカーマインと、ですね、あとはこれは、ローズカーマイン。もうまさにローズカーマインって感じですね。ちょっと落ちている影やらここの部分っていうのを少し描いていこうかなと思いますけども、これはバンダイキブラウン。まあ、薄くですね、薄く。ちょっとブルーを、水色みたいに使いましょうか。ライトブルー。こういうとこモチーフの外側から決めるような仕事をしたいところなんですけどね。明るく見えるところなんていうのはね。でもグレートーンが欲しいね。グレーを使いたいね。でもグレーがないので、ここは塗り残しつつ、少し紙は、キャンソン紙に書いています。これももうちょっと細かい目の方が多分、デッサンとかに寄っていくとなるといいでしょうし、水彩的に寄っていきたいと思ったら粗い紙みたいな感じで、描きたい絵によってやっぱり分けてあげる方がいいんじゃないかなと思っています。この辺りがしっかりと紫色になるかどうかですね。紫色に近い色は確かにこちらにはあるんですね。こちらにはちょっと24色セットの方にはないです。ねえ、これもうほんと50色セットとかね、そんなん使ってみたくなりますよね。なかなかですね。またカーマインですね。ダークカーマインを使いながら、この辺りが青と混ざり合って紫色になってくれるんではないかという予想のもと書いております。ローズカーマインですね。またね、ちょっとローズ系をね。このぐらいでですね、一回ちょっと勇気を出して、はい、水で少しやってみましょうか。どんな感じになるか。紫というより青が強かったか。ね。紫。でもなかなかですね、いい塩梅に、イメージに近いような感じにはなってます。
下の色とこう混ざり合いながら、この辺なんかいいですね。なんかね、ちょっと、紫になりました。イメージにしっかりと。初めに塗っていった方がいい。こう、溶き方、なってほしい色からまずこう、水をつけていった方がもしかしていいのかもしれないですね。今、青を先にやり、こっちはやりました。こっちは赤を先にやりましたよね。赤が多いところをね。もしかしてそういうのも技術としてあるのかもしれません。ちょん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 と、なるべく綺麗な水の筆で、やっていった方がいいかなと。いろいろ混ざりすぎてしまうとですね、水でよく洗って水をつけていく方が多分いいと思います。結構まめにね、まめにね。で、明るいところとかは塗り残すというような感じでしながらですね。こういった初めてのものシリーズは大体失敗するんですけど、おじさんのこの表情を見ての通り楽しそうに、まずイメージに近い感じにいっているということがわかるんじゃないかなと。この土台の上にまたね、赤系を多めにしたものを描いていけば、だいぶ、あれね、塩梅になるかもしらんなという感じがしますね。結構水でやっぱり軽くで溶けていってくれますね。で、こういうエッジが強いところっていうのはエッジを強くしておいてですね。こういうところとかね。少しこちらの方はどうだろう。この辺もちょっと茶色青系の方から塗っていった方が、緑とかよりね、先にね、ええんかなと思いながら。透明水彩なんかと併用しても面白いかもしれませんね。これね、ちょっとやりながら、すごい早くやっておけばよかったなという今、後悔をしながら書いていっております。案外初心者の人にもいいんじゃないかなと。水彩らしさみたいなのも出せるしですね、色鉛筆らしさみたいなのももちろん出せるし、こんないい画材やったんや。今気づくというね、おじさんっていう民族はそういうもんですよ。緑になってほしい場合は緑から先にやって青の方に持っていくとかね。これは赤、例えば1層目をこのように、書いてみました。ね、そんなに悪くないなというふうに自分でも思うんですけども、せっかくやったらばですね、こういうところなんかのね、ムラみたいなの気になるようやったら少し触って。せっかくやったら一回乾かしてみて、で、そこから、次はこちらですね。桜さんの方に切り替えてみるというのもありかもしれないですね。ちょっとやってみましょうか。一旦こちらの方はですね、ユニさんは一旦こちらじゃあ次違いみたいなのを書きながらわかるかもしれませんのでね、違いの方ですね。じゃあ、こちらですね。こちらの鉛筆を使っていってみようと思いますけども、念願のグレーと念願のローズ系がありました。鉛筆出すとき下押すっぽいですね。わかりました。ありがとうございました。シルバーですね。おー、いいですね。シルバーグレイ。ね、念願でしたシルバーグレイがありました。ちょっとやっぱ鉛筆の芯自体は硬い気は若干私の印象ですけど、しますね。特にこのシルバーグレーに関しては。
ね、外側からこう形を決めましょうみたいなことも少しこういうので少し試さして、グラデーションみたいなちょっとつけましょうみたいなのを少し試してみてもいいのかなと思いますので、少しやってみます。よいしょ。若干こう鉛筆の硬さを感じて、これやっぱりこちらの方はもしかして少し色鉛筆に近いような表情なのかもしれません。だからその辺というのはですね、水彩寄りにしたいとか色鉛筆寄りにしたいとか、ね、両方できますので非常にこうね、使い勝手も便利のいい画材やなというふうに思いますよね。外側からこうね、花の外側からこう描いてあげましょうという時もこう塗って、で、僕ピンクの花がありますけど、とか、ここに、少しこう、外側から形を決めて、こうグラデーションかけておくわけです。ビューッと。ビューッと。かけときましょうとかですね。大きな作りですね。こういうところは。どーと。念願のですね、これは念願の、まずですね、マゼンダですね。かなりなんかこう、これは柔らかい。やっぱり物によって違うんですね。それぞれの色によって違うんですね。これはちょっと水彩に、先ほど使っていたユニさんと近いような、これ桜さんの今使っておりますけども、雰囲気はあります。少しですね。この辺の紫みたいなものもいいですね。バイオレット。いいですね。バイオレット。これは若干硬い気がします。ね、細かいこと言いやがってと思うかもしれませんが、その辺がね、面白いですね。これだけいろいろ使ってみると、筆圧をぐーっと強めていってみたりとかもしてます。それがどういう効果になるかはわからないですけども、実験として今やっていってます。もうちょっと赤みがかっている、こちらの方も使ってみましょうか。これはダークローズ。いいですね。ダークローズ。でも若干先ほどよりは硬いかな。もうなんか使っているうちにこちらはこちらに今度慣れてくるんですね。私の場合ね。だから皆さんそれぞれでここのあれはあれですよとかコメントで教えてもらえたらおじちゃん助かります。ここの海外のメーカーとかもですね、ぜひぜひ教えてもらえたらと思います。黒を使うのはちょっとあれなんで、これでいきましょうか。プルシャンブルー。この辺りとかっていうのの形を少しですね。少し、色をつけてみましょう。先ほどと同じような感じで。やっぱちょっと時計は、でも、少し時間を置くと溶けるんですね。これ面白いですね。若干違いますね。やっぱね。ちょっと時間を置いた後に少しまだ触ったりするという、ね、細かい描写とかには意外とこっちは合っているのかもしれないですしね。なんかやっぱり会社によってもちろん違いますよね。吉野家の牛丼が好きという人もいれば、すき家の牛丼が好きと。あそこのタレがこうですとか、いやいやこちらの中尾がいいですと。もう本当そういう感じですよ。だから皆さんそれぞれ使ってみてですね、気分に合うものを探されてみてください。ちょっと水を置いてから溶かしていくような感じの描き方に適しているんじゃないかなというこちらは感じがします。
ちょっとグラデーションとかをですね、少しグレーも同じような感じですね。置いて、でグレーは相当微妙なトーンが出ますので、使い方によってはこういうグラデーション、ほんの少しだけ使いたいなとかっていう時は、やっぱり黒とかよりもこのグレーって意外と重宝することも出てきますもんね。外側からグラデーションかけるのが苦手やとかっていう人は、こういう水彩色鉛筆なんかで、かけてみるという、特にこのグレーなんかでかけてみたりとかすると、白さが立ってくるというかですね、見えてきますよね。でちょっとやってみたかったんですけど、乾かないうちに描いていくという、水が濡れている状態で描いていくということもやってみたかったので、少しやっていきながら、プルシャンブルーですね。乾いていないところがあったら、その中で、すごい勢いで溶けます。だから、濃厚な、クレヨンのような線みたいな感じで、描きたい時というのは、乾かないうちに描いていくというのも一つの手ですね。いろんな技法ができたりしますね。偶然みたいなのも活かせますので、ちょっと行き詰まってはるなとかっていう人には、意外と面白い画材ですね。これは、何でしたっけ、ダークローズですね。乾かんうちにまたこれも塗っていくということもできるし、ちょっとこの辺の濃いところをなんとか濃くしていってみましょうか。これはプルシャンブルー。バンダイキブラウン。バンダイキブラウン両方ともあるんですね。バンダイキブラウン。そしてまた水で、ちょん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 。いろんな色が混ざり合ってですね、だいぶ濃い色になってきた。プルシャンブルー。バンダイキブラウン。また、少し面で塗っていくような感じで、なかなか綺麗な色になってきた。あんまり黒を使うべきではないかもしれないけど、ちょっと黒も使ってみましょうかね。黒。黒。少し筆圧も高めるところはちょっと高めていきながら、強い輪郭線みたいなのを出すところはちょっと強めにしてみたりとかして、プルシャンブルー、ダークローズ、この辺を重ねるように塗ってみて、
細い筆で。バイオレット。非常に楽しい画材です。あんまりにも、もう、このぐらいで実はあんまり塗れなくなってきてるなという感じがしてですね、絵の具を置けなくなってもきていて、ただひたすらなんていうのかな、下と混ざり合いながら、ちょっと汚くなっていってるところがあるので、ちょっとそのあたりというのはやりすぎも注意ですし、ちょっと経験とかを積んでいかれると、これとこれを混ぜたらこんな感じの画面の中でですね、色になっていくなとかっていうことが、ちょっと予想が立つようになってくると、また使い勝手が良くなってくるんじゃないかなと。思います。ただ本当に色鉛筆をやりたい人、透明水彩をやりたい人、両方に非常に役立つ画材なんじゃないかなと思いますし、僕はおすすめです。忖度なく言うタイプの人間ですので、非常に面白いなと思います。ちょっと最後また、ユニさんに戻ってみようかなと思います。最後またユニさんで、少しだけ、触ってみて、今日の締めとしたいと思います。ダークセピア。セピアもね、濃い色ですからね。やっぱりちょっと久しぶりにまた使うと、これはこれでクレヨンと、なんて言うんですかね、コンテよりは少し柔らかい感じの質感で、こっちはこっちで、どっちが好きってすごい困りますけど、ね、両方のやっぱいいところがあって、意外と細かい描写なんかもやりやすいかもしれないですしね。ちょっとくっついていってくれる感じがあるんですね。だからで、水とかで毒とぐっとエッジの強いような表現とかもできますので、これはこれでまた、悩むとこですね。また水に絵の溶け方がいいので、よいしょ。その溶けた絵の具を使って他のところを描いていくとかっていうこともできるわけですよね。うわー楽しい。こんな違うんやね。物の隙間を描いていこうとね、小木曽に言われたぞと。そういう時透明水彩とかで描くのが難しいと思ったら、こういうのでちょっと描いて、隙間をキュッキュッと締めてあげたりとかですね。透明水彩やと難しいけどっていう人には、こういうのでちょっと引き締めたりとかするというのもできますよ。ねえ、これで鬼好評も出せるぞ。ちょっとやっぱ違うわ。これユニさんですね。違うわ。こちらの方でちょっともし紫みたいなのが、もうちょっと濃厚な紫みたいなのがあったりしたら、もしかしてこういうところをぐーっと描いていけたりするのかな。だからちょっとこれは今ダークカーマインというのでやってますが、これにちょっとプルシャンみたいなのを上から混ぜたりすると、ちょっと濃いめの紫みたいなのができるのかな。そうですね。濃いめの紫色みたいな感じになりますね。いいですね。この辺もね、ちょっと濃いところをぐーっと作ってあげたいなという気持ちなので、青を少し、そして、カーマインを少しして、
上からやって濃いめの紫を作ってぐっとこう筆圧が強くなってきました。それで水でちょ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 とちょ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 とちょ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 という感じでございまして、本当にそれぞれの画材、両方とも素晴らしいと思います。うまいこと使ってですね、ぜひぜひこう楽しんで、透明水彩色鉛筆もされてみてもいいんじゃないかと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。では。チャンネル登録よろしくね。OK